こんにちは、ひろじいです。今日も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回私は、熊本県の玉名温泉に来ています。今私がいるこの場所は、白鷺の足湯という大きな足湯で、龍岩寺公園の中にある市民の憩いの場所です。玉名温泉は、古くは龍岩寺温泉と呼ばれていた温泉で、奈良時代の開湯と言われ、1300年以上経った今も、こんこんと湧き出ている歴史ある温泉です。こちらの公園は、旅館の跡地を利用して、市民や玉名を訪れた人たちが、気軽に温泉を楽しめる憩いの場所として設けられたものだそうです。夜にはライトアップされて、幻想的な公園となるようですよ。湧き出ている源泉は約41度で、泉質は弱放射能単純温泉。無色透明で匂いもなく、肌に優しい温泉です。折しも、近くの保育園の園児たちでしょうか、6、7人の子供たちが、保母さんと一緒に足湯に入って遊んでいました。なかなか微笑ましい光景でした。そして今回の旅でお世話になる宿は、玉名温泉の奥まった高台にある、客室に美しい庭園と一体になった露天風呂がついているお宿、里山リゾート、さつき別荘になります。それでは最後まで、ご視聴よろしくお願いいたします。日が落ちてから、今夜の宿、さつき別荘に到着しました。さつき別荘は、国道208号玉名バイパスから、玉名温泉の中心を走る温泉大通りを通り、ボウリング場前から稲荷神社に向かう坂を登った高台にあります。宿の周りには、龍岩寺稲荷神社や妙法寺の仏舎利島、神津原丘の上公園があり、龍岩寺公園の白鷺の足湯も、坂道を歩いて5分ほどで行けます。玄関の車寄せ前にある池の噴水が、優しい水音で私たちをいざない。ドア前の竹あかりと、ハロウィンのかぼちゃたちが私たちを迎えてくれます。フロントにてチェックイン手続きを済ませます。遅い到着で、夕食までが慌ただしくなるかと思いましたが、19時開始もあるということで一安心です。ロビーには、談話スペースや工芸品の展示販売コーナー、お土産を扱う売店などもあります。ロビーから部屋に向かう途中には、和食ダイニング、一家庭があります。中は夕食の準備で忙しそうです。ダイニングを過ぎた廊下の先には、地下の大浴場に続く階段があります。その先を曲がっていくと、今度は個室の食事処、日ごりっかがあります。この場所には、4部屋の個室の食事処が並んでいます。その先に今夜の私たちの部屋、勾配があります。
屋に荷物を置いて、廊下周りの部屋を覗いてみます。部屋には露天風呂の他に、ユニットバスがついています。ここにも温泉が出るようで、なかなか良いですね。洗面所にあるアメニティセットは、1人分ずつセットされています。部屋に入ります。部屋に入ると、コロナ対策ですでに2組の布団が敷かれています。部屋は10畳。布団が敷かれていてもくつろげる広さはあります。コロナが流行し始めてから、布団が敷かれている旅館が多くなりましたね。広園です。日が落ちたこの時間帯、広園から見える様子はよくわかりませんが、明るければこのような美しい庭園と露天風呂が見えます。冷蔵庫の中には、瓶と缶のアルコール飲料が入っていますが、有料で自己申告制。チェックアウト時に精算します。露天風呂を見てみましょう。庭の一角に、岩を積み上げて作られた一坪ほどの露天風呂があります。畳1枚分ほどの浴槽の中からは、夜は星空と木立の間で輝く街明かり、昼は小石の敷かれた美しい庭園と、山の木々の移ろいを見ることができます。これからは紅葉が綺麗でしょうね。部屋に戻って、浴衣に着替えましょう。まもなく夕食の時間になります。これは後で食べることにしましょう。和食ダイニング、立花亭にやってきました。食事は、部屋ごとについたてで仕切られたテーブルに準備されています。この日の献立は、地元玉名のブランド豚、日の本豚を使ったすき焼きがメインの会食膳。いただきます。日の本豚とトマトのすき焼き、食べ頃になったようです。南関揚げの巻き寿司、いなり寿司とは違ったあっさりした味のお寿司でした。
すき焼き用の卵を溶きます。ボイルしたエビは頭の殻だけ取って食べます。生エビも頭だけ取って足まで食べます。火を通したエビの尻尾は食べるのですが、生の尻尾はどういうわけか苦手です。出来上がった日の本豚を溶き卵の器に取ります。日の本豚は熊本県玉名郡和水町のブランド豚で、口どけの良い程よい甘みの脂と臭みのない柔らかな肉質が人気で、ふるさと納税の返礼品にもなっているようです。すき焼き風の味付けで煮えたトマト、意外な美味しさで家でも作ってみたくなりました。松茸の釜飯が炊き上がりました。ご飯を口に運ぶと、松茸の香りが鼻の奥に広がります。そういえば、松茸なんてここ数年食べてなかったな。こういうことも旅の楽しみの一つですね。料理は残さず食べきりました。
船がどうして食べられなくなったんだろうね。美味しかったです。ごちそうさまでした。とても残念だ。食事後の一休みの後、この旅初めての入浴です。温泉旅行に出る際、ゆっくり温泉を楽しみたかったら、宿への到着は早くしないと慌ただしくなりますね。曇ってきて、夜空の星はあまり見えませんでしたが、木立の間から見える街明かりが綺麗でした。今夜は寝る前にもう一度部屋の露店に入って、明日は大浴場の露店に行ってみます。曇り空で少し寒い朝です。大浴場ですっきり目覚めたいと思います。こちらの大浴場は、朝は6時から入浴できます。男女の浴場の前には、湯上がり休憩所が設けられています。フットマッサージ機が並んでいます。10分100円で、足の疲れが取れたら良いですね。広い脱衣室です。まだ6時を過ぎたばかりですが、先客がいるようです。内湯は大小2つの浴槽に分かれています。先客は露天風呂に入っているようですので、私は内湯から入ろうと思います。こちらの温泉は無色無臭、若干の塩味がある単純泉で、低調性の弱アルカリ性高温泉です。源泉温度は約50度 C、無加水の源泉かけ流しです。小さい方の浴槽には注意書きがあります。こちらの浴槽は源泉がそのままかけ流されているので熱湯のようですね。熱めの湯が好きな人はこちらに入れば良いようです。先客が上がられたので、露天湯の方に行ってみます。立派な庭園露天風呂です。階段を降りてすぐの場所に、岩風呂の中に高いところから湯が落ちてくる打たせ湯があり、その先に、岩風呂に東屋の屋根がかかった大きな露天風呂が作られています。曇っていなければ、朝日が差し込んで気持ちが良い朝風呂だったでしょう。湯口から流れ出るかけ流しの湯の音を聞きながら、この大きな露天風呂、独り占めするのは気持ちの良いものです。私が朝一番に大浴場に来るのは、そのあたりが理由かもしれません。打たせ湯の方に来ました。先ほどの湯より、
こちらの方がイオンが高くなっています。上から落ちてくる湯以外に、こちらの岩の間からも湯が流れ出ています。しっかり体も温まり、気分も爽快です。そろそろ部屋に戻って、着替えを済ませ、朝食の時間まで、宿の周りを散歩することにしましょう。まだまだ静かな朝の時間です。早起きの鳥たちの鳴き声だけが聞こえます。池の噴水もまだお休みです。道路を挟んで、寺院のようなものが見えます。そちらへ行ってみようと思います。坂を登りきったところに、公園がありました。公園の横の道を進むと、たくさんの赤い鳥居が並んでいます。龍岩寺温泉稲荷神社と記されています。鳥居をくぐって先へ進んでみます。立派なお社がありました。道路を挟んで、寺院の建物があります。日本山妙法寺とあります。調べたところ、日蓮宗系の寺院で、東京に本部があり、日本全国にある系列寺院は、同じ名前らしい。参道の途中には、日蓮聖人の石像が建てられています。敷地の片隅に、七福神の石像が並んでいます。仏舎利塔です。塔の中には、金色の釈迦像が祀られていました。30分ほどの散歩で宿に戻りました。まもなく朝食の時間です。朝食も、昨夜と同じ席に案内されました。それでは、いただきます。お味噌汁、あさりがたくさん入ってました。鮭は薄塩で、塩分を控えている私にはぴったりでした。これは、味はがんもどきだと思うのですが、揚げてないので、他の料理かもしれません。
切り干し大根の煮物。素朴で美味しいおかずです。カレーもあったので、これでもないんだな。朝からカレー、セルフのコーナーにありました。温玉をご飯にのせて、卵かけご飯にして食べようと思います。温玉自体に味がついているので、醤油などはいらないでしょう。明太子も乗せちゃいます。ほうれん草のおひたし、鰹節が効いてます。だしで蒸した豚肉と野菜。豚肉も柔らかくて美味しかったですが、野菜がだしと豚肉の旨味が染み込んでいて、とても美味しかったです。最後にあさりの味噌汁を飲み干せば、今朝も完食です。あさりの貝殻の中から身を探っていますが、きれいに食べていました。食後のデザートは彼女はオレンジ、私のはブドウ。これは彼女が果物は柑橘系以外は苦手と宿に伝えてあったからです。私はブドウを箸でつまんで食べる変わり者。笑ってください。最後に温かいお茶をいただいて、ごちそうさまでした。食事を済ませた後は、旅支度を整えます。さつき別荘、温泉も食事も大満足でした。さて今回の宿泊代金ですが、客室露天風呂付き和室、日の本豚のすき焼きと季節の釜飯プラン。2名で36,300円。今回は全国旅行支援を利用したので、2人で1万円の割引と、地域クーポン6,000円がついて、実質23,300円となりました。客室の露天風呂も、大浴場の露天風呂も、庭園と一体となった素敵な露天風呂で、温泉好きの方にはたまらないと思います。食事も美味しいので、ご覧いただいている皆様も、機会があったら利用されてみてください。今回も最後までご視聴いただき、
ありがとうございます。さて私たちはこれから、お土産を買って帰ろうと思います。今回発行されている地域クーポンの利用期限は、発行日翌日までと限られています。旅館で、食事の際のドリンクやお土産を買うこともできますが、他の場所でも買ってクーポンを使い切ろうと思います。せっかくいただいたクーポン、執行させてはもったいないですからね。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。お元気で、さようなら。